おはこん。おはこんばんは。It's Sega and Bren で、今日は今月がプライドマンスということなので、私たちのことと将来のこととかちょっとゆっくり話していきたいと思います。でもその前にアッシュもせーの、ハッピープライドアッシュはハッピーおやつだね。ハッピーおやつ、はいアッシュアッシュこっちこっちこっちにおい、ういイエーイイエーイどうぞ。どう今日はぞ。特別よ。2つアッシュいい子してるねそ最近。ういつもいい子してる、じゃあまず簡単に自分たちの自己紹介っていうか、どういう経緯で、アメリカに来て結婚したかっていうのを、簡単にちょっとみんなにシェアしたいなと思います。はい。多分もしかしたら初めて、見てる方もいるかもしれないので、簡単な、自己紹介というか自分たちについてね、そうね、話そうかなと思って思います。じゃあまずスタートは2015年そうだね自分たちが日本で出会ったのが2015年そうで、ブレンはその時は日本でちょうど専門学校卒業してか、大学に入ろうとしていた時だったね、そうだね。生後はその時大学4年生だったちょうど卒業論文を書いてる時だった。そうでそこでちょうどアプリをねそう通して運命の出会いをしました。そうでね、新宿で初デートをしたり、あとはもう、週2回ぐらいデートして、4ヶ月か5ヶ月ぐらい経ったら一緒に東京で2人暮らしすることになりました。そうだね。でそこから1年間、自分は新社会人として、働き始めて1年間、ブレンと一緒にね一緒のとこに住んで、でちょうど1年経った時にブレンのねちょうどその時にビザがもう切れるっていう時期だったんだよね。なんか大学行ってたけど家族的に払うのがちょっと難しくなって、帰らないといけないってなったんですよね。そうなんだよね。アメリカに。でもなんか遠距離したくないし、って話していつかアメリカ行こうって住んでみようと話したことあったけど、まさかね、結構急だったよねなんかブレンはほら大学行ってたから4年間はもう日本で一緒にいられるって思ってたから、自分も仕事辞める気はなかったし、ブレンとねずっといるためには仕事しなきゃいけなかったから、でもなんかそれが急になんかもう無理って帰んなきゃいけなくなったってなったから、もうだったらもうじゃあ結婚しようってなって、日本で結婚できたら、大丈夫だったっていう話だけどね。そうだね。でも日本では結婚できないから、配偶者のビザが下りないからって言って生後のアメリカでの配偶者ビザの手続きをし始めました、それが結構ストレスだったね。長期戦だったし、なんかそれがちゃんとうまく審査が通るかも分かんなかったし、ブレンがなんかそのビザが切れるのが、その時はちょうど6月までだったから、それに間に合うかどうかっていうのもちょっと賭けだったし、結構ギリギリだったよね、本当にその一月前ぐらいに来たよね、確か通知が5月ぐらいに、半月ぐらいじゃない、結構ギリギリだったよ。お金がね結構本当にかかって、飛行機代も含め、あとそのね申請するとか、そのトータルでやっぱり全部合わせると何十万、40ぐらいね。そうだね。その最初のビザの手続きから結婚して、永住権に変えるまでって言ったら、あと飛行機代とか全部含めて結構40から50ぐらいかな、ぐらいかかっちゃったから、もちろん自分もさその社会人で1年間働いてたけど、そんな貯金もさ、できてなかったし、急にそうなっちゃったから、なんかお互いすごくカツカツの生活をね続けてたね。でもそれもすごく楽しかったんだけど、悪い思い出じゃないね、でもお金がないのがちょっと辛かったけど、それが原因で喧嘩したりとかもねしたもんね。でも今思うといいこともあったなって思えるね、で2017年の6月にアメリカに来て、でそこから結婚の手続きまたして、来てから3ヶ月以内に結婚しないといけないっていう決まりがあって、だから結構それももうもうあんましなんか大きい結婚式とかはできなかったけど、でもちっちゃい式を挙げて、8月の5日に結婚して、
結婚して終わりじゃなくてまたそこからグリーンカードの申請ってまだまだ手続きが終わらなくて、その後まあいろいろね面接したりとかいろいろあったんだけど、まあ、それも無事審査を通って、まあ、やっと今はもうほぼアメリカ国籍の人と一緒の資格を得ることができて、今はなんとか仕事もできてるし不自由なく生活はできてる状態です。そうね、でもなんか好きな時に日本に帰れないのが辛いよね。辛い。だってもし日本に帰って日本でさ仕事お互い見つけてしたとしてもアメリカに長く住まないとアメリカのその永住権が消えちゃうじゃん。そうね。で消えちゃったらまた一からさ審査し直してお金がかかってっての繰り返しだから、それやりたくない、できればここまでねお金頑張ってやってきたし、そうだからね日本で同性婚が認められればいいなって思うのと、来たこれ手続きやっていろいろ思ったのが国籍で、アメリカは二重国籍とか OK じゃん。そうだけど日本が国籍が1個しかダメだから、そこが結構ネック、もし二重国籍 OK だったらアメリカの国籍も取って日本の国籍もそのままでってできて、アメリカと日本の行き来がもっと楽だし、滞在期間とかもその気にしなくていいじゃん。まあそれもそうだけど、でもなんかただ配偶者ビザがあったら問題がほぼ消えるじゃん、そうね不思議なんだよね。アメリカではもう夫婦生活やってるけど日本に帰るとなんだろうね、そのまあ一応夫婦だけど一応取り扱い的には、赤の他人っていうか、なんだろうね、まあ、友達みたいな感じだよね。だからそこがちょっと不思議って感覚がするよね。まあちょっと悲しいよね、帰る時。そうね、結構でもね空港とかはパートナーですって言うとああそうなんですね、家族に月1枚のやつがあるんだけど、それは一緒に記入してとかしても全然何も言われないし、そう最初怖かったけど ねこれどうしたらいいのかな。家族だけど日本はさ、ほら同性婚認められてないから家族として扱ってくれるのかなとか、そういう不安もあったけどそこは大丈夫だったね。大丈夫だったね、だからまあ自分たちはまあ将来的にも日本に住みたいって思ってるし、まあ、日本で生活ね、したいんだよねいつかは。そういう選択肢が欲しい。そうね。だってなんでないのっていうのがあるよね、なんかおかしいじゃん。生後日本人だし、日本に住むっていう選択肢がないのがおかしいじゃん、だからどっちも欲しいじゃん選択肢。そう選択肢欲しい。異性で結婚してる人は、その選択肢が当然あるじゃん、だからねそうないのがちょっと、まあおかしいっていうか。おかしいね。たまになんかほらアメリカで結婚できてるからいいじゃんとかそういうこともあるんだけど、そういうことをよく見るんだけどさ、なんか自分たちの場合は一人がアメリカっていう、まあ、同性婚ができる国の国籍を持ってるけど、例えばなんかどっちも日本人の場合とか、一人が日本人で一人が外国人だけどその外国人の国は同性婚できない国とか、そういう場合も多いじゃん。まだまだ多いよね。だって世界で本当にまだ少ないもん。そういうカップルの場合はほら、じゃあ日本から出てけどっか結婚できるところ行けばいいじゃんとかって言われてもできないじゃん。だってビザとかあるし、本当になんか同性婚を認めることによってマイナスになることってないと思うし、ないじゃん。なんかみんなが一人でも多くの人が幸せ、結婚したいって思える人ができる制度があったら本当に一人でも多くの人が幸せになるのになって単純に思うんですよね。まあ多分似てるカップルも多いと思うけど、今なんか浮いてる状態、でなんかアメリカに今いるんだけどこっちでなんか家族作っちゃって、なんか子供とかね養子アドプトしたりとかして、家を買っちゃったらでも日本にも住みたいし、でもそうやっちゃったら日本に住めなくなるんじゃないのかなとか、そういうのが難しいね。そうね、なんか腹をくくれないって感じ、日本で絶対同性婚認めないって分かってるんだったらもうアメリカでもう家を買って生活を築いて、で安定したなんか仕事とかにもっとついてとかってできるんだけど、まだ可能性があるじゃん。で日本も少しずつ変わってきてるから、だからそれがある限りはやっぱり難しいんだよねアメリカで。諦めたくないじゃん、日本に住むこと、ね、アメリカに住んで今はいい生活かもしれないけど、でも日本にもできたらもっと住みたいし、だって2人で1年しか住めなかったし、そうだったね。だから諦めたくないじゃん、
最近だとさ LGBTQ の人たちでなんかその YouTube をさしてる人も結構増えてきたじゃん、昔に比べて。でなんかそういう風に日本も変わってきてるし、あと去年の「紅白歌合戦」とかでもやっぱりが大きいステップがあったと思うんだよね。今年のレインボープライドも実際はパレードはできなかったけど、ネット上でいろんな人に見てもらうことも多分できたと思うから、そうね、結構ニュースにもなったよね、それだからちょっとずつね変わってきてるとは思う。多分前も言ったと思うけど、日本に住んでた時、たったのね3年前の時は全然 LGBT っていう言葉全然目にしなかったし、当事者の自分でも分かってなかった。 LGBTQ って何？てかテレビに出ることはめったになくて、で一回なんだっけトランスジェンダーについてこういう番組をやるとか、そういうのがあったと思うんだけど、それが深夜だった、今はちょっと変わってきてるなと思う。そうだね、深夜ではなくなってきてるかな、だから今はなんか本当に自分たちができること、今自分たちだったらその YouTube を通して、みんなにこうやって自分たちの普段の生活の様子とか、こういうふうにプライドマンスでみんなに自分たちの気持ちとかシェアしたりとか、他にもね友達とかいろんな人が今 YouTube をアップしてて情報をねシェアしてくれてるから、なんかそういうのがどんどんね広まっていってほしいなって思うね。そうね。あとみんなもなんかできることっていうのは多分絶対何かしらあると思うし、何か自分たちの動画だけじゃなくていろんな人たちの動画を見て見るだけでも多分いろんなもの吸収できるし、それを友達に教えたりとか、そういうことでもなんかいろんなことを知ってもらえるのかなって思います。そうね、自分たちが結構もう前だけどアライについて話した、もう2年前ぐらいかな、そういう動画を作ったんだけど、日本でオフ会した時に、結構なんかどの動画が好きでしたかとか、ファンの方に聞いたんだけど、なんかそういうアライの動画とかを見て初めてそういうのがあるって知ったとか、LGBT とか同性婚とか全然知らなかったのにお勉強になったとかって言ってくれたから、ちょっとでも声が届いてるかもしれないと思った、そう言ってくれるとすごく嬉しいよね。なんか何か考えてくれるきっかけをちょっとなんか提供することができたのかなっていう感じがあるからね。最後に言っときたいことがあるんだけど、なんかプライドってすごいなんていうのかな、ハッピーなことなんだけど、なんかこの話ちょっと重いと思ったかもしれないけど、でもプライドっていうのはこれを明らかにするためのもの、そういう認知度を上げるためのものなので、ハッピーだけじゃなくてまだ頑張らなきゃまだ足りないっていうのを知らせるためのものでもあると思うから、なんかいろんな感情が含まれてるよね。プライドってやっぱりなんか結局、そのプライドマンスってできたのがその昔に起きたそのストーンウォール事件とかがきっかけじゃん。今は結構ポジティブ、すごく明るいイメージだけど、やっぱりその過去とかにはなんかその怒りとか悲しみとか、なんかそういうのがごちゃ混ぜになってきてるじゃん。だから本当にいろんな見方があるよね。だってね、権利のための戦いだから、まだ終わってない、終わってない、戦い続ける、同性婚が認められたからゴールじゃなくて、そこからもまだ戦い続けなきゃいけない、アメリカを今同性婚認められてもう 5,6 年経ってるけど、それでも戦っていかなきゃいけないなって感じるから、実際生活してみてまだまだ勘違いされたり差別されたりとかしてる人いっぱいいるから、それが消えるまで戦い続けないといけないと思う、ね。本当にだからそのためにはなんか自分たちも前を向いてね進んでいくことも大切だし、みんなも一緒にお互いね私たちで支え合って、前に進んでいけたらすごくいいなと思います。はい、じゃあ今日の動画はここまでになります。ちょっと長めの動画になりましたけども、これが今私たちが思ってることなので、みんなにここでシェアさせていただきました。そうね、本当はね6月の最初の本に出せばよかったけど、なかなか取らなくて、まだ間に合ってるかな。多分6月ないでしょうこれがアップされる頃は。じゃあもしこの動画
いいねと思ったらぜひ高評価の方お願いいたします。はい、あと初めての方はぜひチャンネル登録もしといてください。お願いします。じゃあ概要欄に私たちの SNS の情報とかブログとか、あとこれはチャンネル登録者の方が作ってくれたグッズなんですけども、私たちのねグッズもあります。あとこのデザインは今やってないけどそう、このデザインは今ないんだけどあとはなんかみんながくれる手紙とかを送る、郵便ボックスのポストの住所も下に載ってるので、そっちもチェックしてみてください。お願いします。ってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ